皆さん、こんにちは。ゆきです。私は沖縄出身の日本語ネイティブスピーカーで、日本語を楽しく学べるコンテンツを発信しています。今日のテーマは、相槌を打つ。日本人と話していて、どうして話してる途中なのに、うんうんとか、へーとか、うんうんへえ、そうなんだ。うん、わかる。みたいな感じで、相槌が多いなぁと感じたことはないですか？この動画を最後まで見ると、日本人がどうしてこんなにたくさん相槌を打つのか、相槌という言葉の意味と由来、そして会話の中での自然な相槌の打ち方がすべてわかります。日本語の会話を聞いたり、あとは日本人と話をして、まだ話してる途中なのに、うん、そうだね、うんうんとか、わかるみたいな感じで、相槌が多いなーって感じたことはないですか？この人早く話終わってほしいのかなとか、え、えっと、なんかせかされてる？早く終わった方がいいのかなって嫌な気持ちになったことがある人もいるかもしれません。でもこれは違うんです。日本人の話し方なんです。日本人はこうやって相手の話の途中でも、うんうんとか、うん、そうだね、みたいな感じで相槌を打つことで、あなたの話をちゃんと聞いてますよ、と態度で表しています。これを相槌を打つと言います。例えば、日本語ネイティブが話しているときに、うんうん、そうなんだ、とか、うん、わかるよ、とか、へえ、それで、とか、やばくない？とか、へえ、そうなんだ、大変だったね、みたいな感じで、会話がまだ終わってない時に、相槌を打ってくることがたくさんあります。でもこれは、あなたの話をちゃんと聞いていますよというサインです。でも、皆さんの国ではどうですか？相槌よく打ちますか？もしかしたら国や文化によっては、話の途中でこうやって相槌を打つのは失礼だって感じる人も感じる場合もあると思います。でも日本では逆に相槌をちゃんと打たないと話を聞いてないと思われることがあります。もし私が日本人同士で会話をしていて全く相槌を打たなかったらこの人ちゃんと話聞いてるって思われたり怒られたりすることがあります。実は私も学生の頃に相槌をちゃんと打たなかったことが原因で、姉に怒られたことがあります。その時は、姉にこれどう思う？みたいな感じで聞かれて、すぐに答えが出せる質問じゃなかったんですね。それで、ちょっと考え込んでしまって黙っていたんです。考えていたんだけど、姉から見たら私が考えているようには見えなくて、無視しているとか、ぼーっとしているみたいな感じで見られてしまって、ねえ、ちゃんと話聞いてる？みたいな感じで怒られました。日本では考えているときは、とか、みたいな感じで、今考えているよっていうのを相手に伝えた方がいいです。今考えていますっていうサインを出すのがとても大切です。ところで、相槌を打つどうして打つっていうのかわかりますか？ちょっとこの相槌を打つという言葉の起源を調べてみたんだけど、昔刀を作るときに師匠と弟子、今で言ったら上司と部下みたいな感じだけど、この二人がペアになって、えー、熱熱した鉄をハンマーで交互に打って刀を作っていたようなんですけれども、ただこの、師匠と弟子二人でペアで作業をするので、相手の動きを見て、相手が打った後に自分も打つみたいな感じで、この一緒に作業をするときってやっぱりそのタイミングとかがとても大切ですよね。で、ここから相槌を打つという言葉が生まれて、今はこう
相手の話を聞いて、こうタイミングよく、うんうんって話聞いてるよっていう態度を示すことを相槌を打つというようになっています。で、この相槌を打つっていうのは、普段の会話で、言葉として使うことってあんまりないんだけど、でも相槌を打つっていうのは日本人はもう会話でいつもやっていることで、相槌が多いってよく言われるから、相槌を打つの意味は知っていた方がいいと思います。例文を作るとしたら、田中さんは相槌を打ちながら彼女の話を真剣に聞いていましたとか、あとは話半分で相槌を打っていたらお母さんに怒られましたみたいな感じかな。話半分でっていうのは、ま上の空であんまり話を聞いていない。話を聞きながら別のことを考えていたりとか、ちゃんと聞いていないというのを話半分でという感じで言ったりします。だから、お母さんが話しているのを、うんうん、わかってるみたいな感じで相槌を打ってたんだけど、実は話は聞いていなくって、で、この態度からお母さんが、あ、この子話聞いてないなって分かってしまって怒られたという感じです。はい、今日は相槌を打つという日本語と日本人がなぜこんなに相槌を打つのかをシェアしました。あなたの国ではどうですか？相槌は多いですか？それとも相槌を打つと嫌われますか？よかったらコメントで教えてください。もしこの動画が役に立ったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。後で単語と文字起こしダウンロードできるようにしておくので、よかったら使ってみてください。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。